Measure to be Season 5今回のMeasure to beは青森弘前界隈発見です。それでは早速Let's get it started 1. 弘前芋屋。さて今回は弘前にある芋屋さんにやってきました。こちらは東京神保町の知る人ぞ知る天ぷらの名店芋屋からのれん分けされたお店なんです。神保町の1959年創業という芋屋さんと芋づる式につながってるってわけですな。そうなんです。残念ながら神保町本店は2018年に惜しまれつつ閉店してしまいましたが、その味と精神を引き継いでいるのがここ弘前の芋屋さんなんです。さつまいもの天ぷらが主力商品だったのかな。芋屋ってことはさかな。うまいからね、さつまいもの天ぷら。いつも買ってくるもんね。半額惣菜の芋天と甘納豆の赤飯は見逃せねえぜ。甘党。イエスアイアン。お店はカウンターだけの小さな空間、目の前で揚げてくれるのが最高。天ぷら定食はエビ、キス、イカ、そしてかぼちゃ、ナス、人参、海苔、海鮮も野菜も主役級です。衣がね、薄すぎず厚すぎずカラッと揚がってて絶妙。油の切れがいいので後味が軽い。素材も新鮮で塩でも天つゆでも楽しめます。これで1100円って正直安すぎない？よっ、これぞ芋屋精神。創業からのうまいものを気取らず安くってのが息づいてるようですね。大将が笑いながらいつまでやれるかわかんないけどねって言ってたんだけど、あの笑顔にグッときたね。マジいい店がどんどんなくなっちゃっててやばいよね。こういう日本の食文化は継承されるべきだよな。そうよね。そういえば仙台の勝生さんいつの間にか。残念でならね。春に食べといてよかったね。 2. 弘前つぐるジェラート。道の駅弘前サンフェスタ石川にございますつぐるジェラートさん。はい、地元の素材にこだわった手作りジェラートで人気のお店ってことでね。やっぱ青森言うたらリンゴこのジェラートさくはねば。なんだってことで今回は不動のツートップだけ君とリンゴのダブルをいただきます。だけ君とは君だけにタイガースよく知ってるね。そんな知らないけど。だけ君は岩木山のふもとだけ高原でだけ育つブランドトウモロコシで、昼夜の寒暖差が10度以上ある厳しい環境で育ち、甘みが非常に強いのが特徴なんです。そのだけ君がジェラートになっちゃうなんて青森ならではだね。だけ君は天ぷらでも美味しいけどジェラートでも格別でしたね。まるで冷たいコーンポタージュのような濃厚さ。素材の風味を壊さないように低温でゆっくり練り上げているんだそうですよ。こりゃトウモロコシ好きにはたまらない。この甘みの深さ、ちゃんと黄身の味がする。君だけに君だけに。青森県産リンゴのジェラートと合わせるとまるで秋の青森を丸ごと味わっているようです。またダブルで400円ってのが嬉しいですよね。安いよね。こりゃエブリー弘前に来た時は食わさるやつっす。 Every 弘前ね。 3. 弘前3 Bridge。 お次は弘前駅から徒歩6分ほど、スリーブリッジさんの諸村ポムの美味しさを今一度確かめにやってきました。はい、弘前で屈指の美味しいアップルパイってことで、やっぱこちらの諸村ポムは外せないですからね。このアップルパイが忘れられなくて裁縫したんだけど見つけてまいっちゃいましたよ。これだけ君のキッシュ。季節限定で登場する人気メニューだそうです。だけ君の甘みと塩気のあるチーズが絶妙なんですよとのこと。すかさずゲッツ。一口食べたらトウモロコシの香りがふわっと、甘さと塩気のバランスが素晴らしい。ワインに合いそう。生地はサクサク、中はしっとり、卵と生クリームの火入れ具合も完璧っす。そしてお待ちかねのアップルパイ、諸村ポム。これまた相変わらず素晴らしいアップルパイだね。諸村はフランス語でスリッパを意味する言葉。包み焼きのアップルパイのことだそうです。甘酸っぱいリンゴがたっぷり詰まってていいっすね。トロットロに煮込まれたリンゴがし
かり甘いけど香ばしい生地とのバランスがいいのよね。さすがはアップルパイの町弘前。アップルパイのレベルが高いっすわ。だけど今回だけ君キッシュに出会えてよかった。だけどこれは季節限定らしいので注意が必要ね。弘前はやっぱ春の桜シーズンに来るパターンがほとんどだから、だけ君は今まであんまり食べられなかったもんね。桜もいいけどだけ君捨てがたいだよね。4. Aomori, Menya Zetong. やってきました。青森市の麺屋ゼットンさん。でもこのゼットンさんって名古屋のゼットンさんとは関係なさそう。多分ね。ゼットンっていう関連は名古屋のゼットングループにはないと思う。レトロな照明とアメリカン雑貨に包まれた店内、まるで昭和とモダンが混ざったような独特の雰囲気でいい感じね。流れてるのはデキシーランドジャズ的な音楽。そっち系。昭和歌謡じゃないんだ。そうなんです。で注文したのはデス煮干し。デス煮干しですって。なんかお金でしょう。どんなおっかねえのが来んのかなと思ったら、なんと平立産の焼き干し、平子、カタクチイワシ、白いりこ、サンマと5種類もの煮干しを使った濃厚スープにパッツン太めの麺がよく絡む美味しいやつ。煮干しのえぐみは抑えつつも香りだけを前に出してますって感じでさ。そもそも煮干しと豚骨っちゃ相性抜群ですからね。たまりませんね。泥煮干しってのも気になるんだよ。深入り焙煎煮干しとかバラバターとかね。バラバター美味しそうでしょ。これは素晴らしい煮干し文化の進化系。遊び心と本気が同居した一杯ですわ。本気と書いてマジと読む。麺屋ゼットン、マジ絶品の豚ゼットンだ。5. ニューヨーク Hirosaki, Yasuragi Onsen. 今回の整いタイムは鶴田町の安らぎ温泉。地域の人たちに愛される温泉施設ですね。じいちゃんやばあちゃん、父ちゃんも母ちゃんも僕ちゃんもお嬢ちゃんも全員来てます。来てる。いいね。ちょっとよく言えばレトロ。正直古さは否めない感じはあるけど中身はしっかりだね。はい、サウナは90度前後で14、15人が入れる広さ。しっかり汗がかけます。水風呂は18度くらいと物足りないが、季節はもう秋、外気が心地よい整い加減でございますね。しかも施設のレトロ感とは裏腹に露店にはアディロンダックチェアも完備。2個だけどでも外気浴が最高なんですね。ここなんたって景色がすごかったね。目の前にドドーンと夕日に染まる岩木山からの盆栽みたいな松越しに沈む夕日。これはもうなんという和の雅。日本人でよかったと心から思える整いのひとときでございました。昭和から続く温泉ですが手入れが行き届いてていいですね。気持ちいい。豪華じゃないけどちゃんとあったかく温かいぬくもりを感じる。まさに安らぎ。名前の通りだね。体の芯まで整わせていただきました。その割にだらしないからだね。そうな。 6. Today's Katsu Curry. Hirosaki, Ringo no Ie. こちらはリンゴ公園内にあるリンゴの家さんで、なぜにカツカレー？はい、岩木山を望む約 9.7 ヘクタールの広大な敷地に80種2300本のリンゴが植えられています。こちらの公園、このレストランにございます世にも珍しいこれだ。ワンツースリー。はい、リンゴカツカレー。でもマジか。カレーにもリンゴ、そしてなんとカツにもリンゴが入っちゃってるリンゴカツカレーなんです。カツにリンゴ？って思うでしょ。酢豚にパインはいらねえぜ派のグリーンさん。はい、パインハンバーグの意味も全く分かりませんからね。あれ意外と美味しいんだよ。そう？侮るんだカレー。これもなかなかのリンゴカツカレーですぞ。これなんとリンゴが豚肉の間にサンドされててミルフィーユカツ状態なんです。ほんのり甘酸っぱくってカレーとの相性もバッチリ。
ちょっとカレーは甘いけどね。安心感あるジャパニーズスタイルカレー。 Japanese スパイ style スよりもフルーティーさを大事にしてる感じ。見渡す限りのリンゴ畑を眺めながらのリンゴカツカレー、美味しくてよかったね。はい、これは皆さんのカツカレーコレクションにぜひ加えていただきたいカツカレーですな。皆さんの美味しいカツカレーコレクション教えてくださいな。よろしくお願いします。 7. Hirosaki Taisho Roman Kissa Shitsu. 弘前公園のすぐ隣、大正ロマン喫茶室さん。こちらは旧第8師団長官車を改装した喫茶室で、明治から大正期の洋館の文明開化感をそのまま味わうことができます。天井が高くてクラシカルな照明がですね。またこちらでいただくアップルパイがおつでございます。そうなの。なんとこちらでは弘前市内の人気アップルパイを一気に食べ比べできるんです。常時9種類ほどが用意されているので、あちこち回る時間がない方はいいわね。はい、リンゴの種類やパイ生地の違いを比べながら自分好みのアップルパイを探すのも楽しいですね。今回は4個食べ比べましたが、どれもそれぞれの良さがあり美味しいね。ね、だってアップルパイだもん。ね。 8. Aomori Asali. はい、次にご紹介するのはメシタビーズの大好物、青森の定番ね。はい、飯旅では何度もご紹介しておりますこちらのラーメン。日本の辛いラーメンを語る上では外せない一軒ではないでしょうか。外せない。むしろこれが頂点、今のところだけど。そうですね。増本さんも中本さんも美味しいけど、やっぱあさりさんかな。そうね、夢にまで見るってラーメンはなかなかないからね。あ、そうそう、グリーンさん夢でこの一番を食べたというね。そうなのよ。今日はその夢を正夢にってことでね、レッツトライ。 Let's try. そうですね。このラーメンの辛さはなかなかですからね。1から5番までの辛さの段階があって、5が普通で1が一番辛いっていうことなんだけれども、ベジタビーズ5だけは食べたことないんで、5が辛いのかどうなのかっていうのはわからないんですけど、4でもかなり辛いです。ね、辛いのが苦手な人は絶対およしなさいってやつです。でも辛い方が美味しいんだよね。そうなんだよ。だけど怖いんだ。見て、この赤黒いスープ、見るだけで脇汗プッシャー。だけど辛さの奥に旨味あり、唐辛子の香りと味噌のコク、そして豚肉とネギの甘みが重なり合って、またこの細麺がうまいんだよね。太けりゃさ、辛さを多少緩和できるっちゅうものが細いもんだからさ。ねえ、麺すするな危険。あ、ブワーなりますからね。でもやめられない中毒性。そうですね。激辛なのに後を引く美味しさ、スープが重たくないのも特徴の一つ。ラーメン YouTuber のすするさんはなんと1位を思いっきりすすり食いしてたけど、すごいね。考えられないねえ、さすがだわ。創業は昭和50年代、青森市民に長く愛されてきた老舗ラーメン店。今やソウルフード的ラーメンのようですね。辛くて泣いて、でも笑っちゃう。これぞアサリだね。辛うまの極み、一度ハマると抜け出せない、まさに青森の麻薬的ラーメンシンジケート。私ラーメンの中で一番好きかも。マジでするくせに。 When I find myself it's I'm on trouble, let it b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 e。 そしてこうなるみたいな。なるよね。 Jikai no mesha to beware. Gachi de mata tabathai. Sapporo Kyoto Kaiwai death. Ortano shimi ni. See you soon. なんとはい。ビートルズ、うん。ダジャレネームでした嘘だ。ね。これカブトムシっていう名前なのかなと思ったの、ビートルズ。うん。実はその音楽のビートのビートとかけてる、そう。ビートとビートル、ビートルズ。マジでジョン、これね、やるな。知らなかった。あれだよ、ポールなんてジョンが天才だと思ったから、ギターからベースに転向したんだからね。潔い。一緒にやりたくて。すごいね、そこまで。お腹空いちゃったよ。すごいなる今日。